ご理解第51節。天地の間に住む人間は神の氏子。身の上に痛み病気あっては家業できがたし。身の上安全を願い、家業出世、五穀成就、牛馬に至るまで、氏子身の上のこと何なりとも実意をもって願え。草や球に勝たせてくださいといったような無邪気な願い。生身の人間がその生身のままで幸福になろうとする時の素朴な願い。こういうおかげはおしゃぶりをいただくようなもの。本当の血肉になるおかげをいただかねばならない。実意をもって願えとはそういうことである。教祖様が実意をもって願えと。氏子身の上のこと何なりともとおっしゃっておられます。師匠がまた生身の人間がそのままで幸福になろうとする時の素朴な願いともおっしゃっておられます。そしてまた別に本当の血肉になるおかげともおっしゃっておられます。おかげにもやはりおしゃぶりをいただくようなおかげと本当の血肉になるおかげの両方があるようですね。そしてまた教祖様は身の上のこと何なりともと、そのおしゃぶり的なおかげも血肉になるおかげもひっくるめてすべてのおかげを実意をもって願えとおっしゃっておられるのでしょうね。師匠はそこをおしゃぶり的なおかげだけではなく、本当の血肉になるおかげを願えと、さらに細かくというのでしょうか、教えておられるように思いますね。今朝いただきましたお夢は何か初代師匠ですねのご理解テープとか何かいろいろ保管してある部屋があるのですが、棚がいっぱいあってそこにぎっしり詰まっているのですね。そこにまた新たに棚を増やそうとしているところをいただきました。で、その棚をもう一つ増やしてそこに何かをまた置こうというわけですね。さあどういうことだろうかと一旦夢から覚めてまた思わせていただきました。そして新中記念の時に思わせていただきましたのは、これはもう一つ棚を増やすということだから何か受け物を作れと神様がおっしゃっておられるのだなと思わせていただきました。おかげが欲しい。それはおしゃぶり的おかげでも血肉になるおかげでも、教祖様が身の上のこと何なりとも実意をもって願えとおっしゃる、そのどのようなおかげをいただくにいたしましても、私どもにその受け物がなかったらやはりいただけません。またの師匠の見教えに、油屋に油を買いに行ってもその手ぶらで行っても油を譲ってもらうわけにはいかない。その油を入れる入れ物を持って買いに行かなければならないと、そういうご理解がありましたね。神様おかげをください、それなら差し上げようとくださっても、そのくださったおかげを入れる受け物がなかったらおかげをもらうわけにはいかないわけですね。
入れ物がないならあげられないということになりますね。そのおかげの受け物を作らねばならないと。ではおかげの受け物とは、そう言われればなんとなくわかるような気がいたしますけれども、具体的にそれならおかげの受け物とは何だということになると、なかなかもう一つピンときませんね。しかしこれが師匠の、いわばその師匠のご理解等の保管庫にある棚ということですからね。これは師匠のご理解をもとにすると、もうそのいわゆる受け物、それは成り行きだということになりますね。神様がどうぞおかげをください。そして神様がおかげをくださろうとする。それはどういう形でおかげをくださるのか。それはもう成り行きという形でおかげをくださる。に違いありませんから。師匠のもとで信心させていただくからには、その神様がくださるおかげを十分に、あるいは十二分に受け漏らすまいとするならば、それはもうその身の上に起きてくる成り行きを尊び大切にするという以外にないわけですね。たとえそれがおしゃぶり的なおかげであっても、たとえそれが血肉になるような私どもの心を肥やすためのおかげであっても、おかげをいただきたい、おかげをくださいというならば受け物を作れよと。ではどういう受け物かというと、それはそこから起こってくる成り行きを尊び大切にするという受け物だということになりますね。せっかく神様がおかげを授けてくださろうとしても、こういう成り行きは嫌だとか、こういう成り行きは受けられませんというのでは、その神様のおかげを受け漏らすことになってしまいますね。おかげを受けようと思えば、その受け物を作る。その受け物とは結局成り行きを大切にする生き方だと。おかげを受けようと思えば成り行きを大切にしていけよということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。